ちょっと待って、なんか引っかかってるこれ。今日は湾内の河川にやってきました。久しぶりにチヌ釣りをします。私のね、一番大好きな釣りですね。最近の状況なんですけれども、水温が下がって少し渋くなったところです。秋から冬にかけて季節の切り替わり時期、ちょっと厳しめの戦いになるかもしれません。この団子を使うのは初めてです。生さなぎチヌ団子を使います。混ぜるのはこれ、刻みっこプラス生さなぎ。オキアミにさなぎとコーンと麦が混ざったものです。いった。見た目は白っぽい感じ。でもさなぎちゃんと入ってる。めちゃくちゃ入ってます。海水を入れなくても握れるということなんで、いっぺん握ってみるか。本当だ、いけますね。私の結構好きなタイプです。適度にしっとりして握り込みやすいです。ほら、こんな感じで海水を入れなくても握ることができるし、ホロホロホロっとね、ほどけるので、落ちていく時に拡散力もかなり高いんじゃないかと思います。これだけでも集魚力は十分あるとは思うんですが、せっかく刻みっこプラス持ってきたんで混ぜようかな。ちょっと溶けてますけどね、まだ冷たい状態。オキアミとさなぎとコーンと麦と、すごいね。もちろん挿絵になりますからね、後で使ってみよう。適度に混ぜるとさらに握りやすくなります。握りやすくなったここの河川は水深が10メートルぐらいということで、とりあえず10回から15回ぐらい握って釣り竿にポンこの時潮が動いてるのか止まってるのか見ることができます。ちょうど今は潮止まりの時間帯なので真下に落ちる感じ。やっぱりちょっと冷たくなりましたね、海水が。2週間ぐらい前に同じ湾内に釣りに来てるんですけれども、その時よりだいぶ冷たいぞ。刺し餌です。生意気くんイエロー、黄色いオキアミ。黄色いめっちゃ黄色いな。しかもこうやってバケツやバッカンの縁にね取り付けることができます。便利だね。いつも私は尻尾をちぎったところから刺していく、こんな感じでつけることが多いです。そしたら団子に包んで、よーし、1投目いきます。楽しみ久しぶりの団子釣りだし嬉しいよし、釣るぞーい。団子が着底して割れた。よし、チャンス。潮についていく。あれない。どこで取られてんだろう。なんかいる、餌取りが。上手に餌を取ってくやつがいるんかな。ということでオキアミとコーンでいいか。コーンはオキアミよりも餌持ちがいいので、ついてる。来た。よしこれは嫌な予感がするなんかプリプリしてます。ヘダイなんかチヌっぽくはないなと思ったんですけど、チヌならもうちょっと引くと思うもんね。はい、かわいいサイズバイバイ。よし、来たよ久しぶりになんか来たチャリコはい、バイバイもう冬の海だな、静かだもん。今日は午前中いっぱい頑張ってみたんですけど、水温がね急激に下がってちょっとね魚の活性が低かったですね。残念ながらチヌを釣ることはできませんでした。水温が安定してきたらまた釣れると思うので、数日後に出直したいと思います。
よし、朝一まずはオキアミの落とし込みから始めてみます。生意気くん黄色は目立つからね。タングステンシンカー 5g、 塩紙に投げて、お、当たってる。よし、来た。おう、これはちょっと期待持てそう。オキアミ落とし込みちょっといい感じです。お綺麗な色。やったー、来たー。くるくるしながら来た。やったー来ました。しましま綺麗です。やだー。やっぱりチヌは引きが違うね。はい、やりました。綺麗なチヌです久々にちゃんとかかり釣りで釣った。めっちゃ嬉しい。かっちょいいよし、どんどん釣ります。さらにサイズアップも目指しますね。はい、オッケー。よし、来た。よし、来たよおいよし。これもなんかやっぱかき棚の方に逃げようとしますね。普段の住処に戻ろうとするから、そこだけこの風の下に、うわっ、ピンクい風の下に擦れないようにって言おうとしたら上がってきました。いいサイズじゃない。マダイです。それなりのサイズ感あります。ちょっとキープしとこう。お、なんかかけてた。でかい。いい味いい味きました。この生意気くんシリーズは貼り付けしやすくて餌持ちがいいのが特徴。イエローはアピール力が高いので、潮が濁ってたり曇り空の時に使うとより効果的だと思います。あと、不凍タイプって言って冷凍庫で保管してもオキアミが凍らない。これってすごく大事で、魚ってね、餌を口に入れた瞬間に冷たさを感じると吐き出しちゃうんですよね。そうすると警戒して同じ餌を食わなくなる。だから不凍タイプだと解凍しなくていいからすぐに使うことができます。よし、来た。よっしゃー、来たおー、これもなんかタイっぽいこう力強い引きです。よし。こう頭を振るような。よーし、来たー。抜こうかな。よいしょっと。はい、チヌ2枚目。めっちゃ釣れるじゃん。生意気くんイエロー、いいですね。着底後にね、結構分かりやすい当たりが来ました。コンコンコンみたいな。やっぱ飲み込んでる。このぐらいのサイズのチヌ、海津って言うんですけど、三重県の鳥羽エリアでは海津釣りがすごく盛んでですね、もうたくさん釣って干物にする文化がありますね。カニ団子使ってみます。カニのエキスの入った練り餌ですね。これをつけて団子でくるむ。そのまま落としてもいいんですけど、団子も効くでしょう。よし、それ。もう当たってる。よいしょー、来た立ちながら合わせ。これも元気これも首を振る感じです。タイっぽい当たり、タイっぽい引き。よいしょ。来た。やったおい調子いいよ。すごい、めっちゃ釣れるやったぜ。チヌのかかり釣りを始めてみたいという方はいきなりね、大きなチヌを狙うというのは難しいかもしれません。ただこの秋から冬にかけての海津釣り、結構釣りやすいので初心者の方にもとてもおすすめです。よし、来た。よいしょ。よし、来た。よいしょ。よし、来
よっしゃー。これもチリっぽい。なんとか頑張って。おお、今日の釣果です。おー、わうわごめんね。1、2、23匹のチヌを釣り上げることができました。大きいのどうしても釣りたかったんだけど、なかなかこの時期は難しいですね。海図の数釣りといった形になりました。一番大きいのだけ測ろう。26センチ。大きいものだけ持ち帰って小屋飯を作りたいと思います。今日もゆきちゃんがお手伝いに来てくれてます。ごめんね。ゆうちゃんごめんて。ゆきちゃん5歳です。誕生日を無事に迎えました。おいしょ。はい、どうだい？あやーあやーじゃあちょっとすーちゃんのテントに入ってる？どう？すーちゃんのテント落ち着く？あだめかん。どう？今日は猫のすずちゃんがちょっと体調を崩しているのでお休みです。すごく寂しいんですけれども頑張りたいと思います。今回の戦利品はチヌとマダイとアジです。私の名前の由来にもなっているこのかっこいい魚がチヌです。とにかくよく引くのでオールシーズン人気のターゲットです。最近は水温が高いので秋から冬にかけてこのぐらいのサイズの数釣りが楽しめますね。食べる分だけ持ち帰ってきました。そしてこのピンクいのがマダイです。体型の魚はこのぐらいのサイズもとっても美味しく食べられます。そしてみんな大好きアジ。今回ね的屋湾という場所で釣りをしたんですが、アジが無限に釣れるのでとにかくお土産を釣って帰りたいという方にもおすすめです。ということで今回はこちらの魚を使って美味しい料理を作っていきます。まずは鱗を取って包丁を入れる。背中から開いていきます。おー、すごい団子いっぱい食べてたんだね。内臓を取ります。そしたらエラを切っておきます。キッチンペーパーで水気を拭き取ります。こんな感じで3枚同じように。アジは同じく鱗を取って頭を落としちゃいます。尻尾からそぎ落として、これね。腹骨を取って小骨を抜いておく。アジも3つ。みりん 200ml、 濃い口醤油 100ml。 甘めが好きな人はお砂糖大さじ1から小さじ1、お好みで。お酒入れてもいいです。アルコール分を飛ばします。火を止めて冷ましておきますね。フリーザーバッグの中に魚を入れまして、タレを注いで、この状態で冷蔵庫で半日ほど寝かせます。はい、しっかり浸かりました。アジを取り出してごまを振りかけます。そしたらこれ干物ネットっていうのかな。風通しのいい場所で半日ぐらい干しておきます。よーし、すごいしっかり乾きました。見てみよう。おお、素晴らしい。おー取り出しますね。どうですか？ツヤッツヤに出来上がりましたよ。指で触るとこう押し戻されるような弾力。海津とアジのみりん干し完成です。この時期の海津釣りといえばみりん干し。三重県の郷土料理っていうのかな。早速焼いて食べてみます。魚焼き器がないのでフライパンで焼いていきます。クッキングシート引くとねくっつかなくていいですよ。アジは2ついけるな。よし、ひっくり返そう。おー、焼き色。生でも食べられるぐらい新鮮だからふわっと焼く感じね。チヌもいきます。おっしゃ、ちょっと焼いたよ。結構おいしょ。ほっ、なんか
かなり焼いちゃったキッチンペーパーの意味がなくなってるけど、よーしまずはアジからいただきます。あー、うまっ。ご飯欲しい甘すぎるかと思ったんですけど、全然そんなことない。小骨も取ったからすっごく食べやすいです。しっかり中まで味が入ってます。やっぱアジって美味しいね。うますぎる。美味しい。はい、私の大好きな伊勢を代表するビール、伊勢門さんのホップスパークリングシトラ。伊勢門さんのノンアルが出たということで、これは絶対に飲んでみないといけないと思って購入してきました。パッケージかわいいよ。アルコール 0.0% です。お、これはサイダーのような感じ。色はとってもクリアです。香りはすっごいいいです。柑橘系ですね。それでは皆さん、乾杯。うまい。これはですね、ノンアルコールビールじゃありません。ホップと柑橘の香りがするサイダーのような感じ。甘くなくて爽快感があって、とっても美味しいです。うまいちなみに後でアルコールもちゃんと飲みますからね。美味しい海津ですね。はい、いただきます。アジとはまた違う。身質がしっかりしてます。味も美味しい。美味しい。さばいた時に脂のりがいいなと思ったんですけど、やっぱり噛んでるとだんだんね、脂の甘みみたいなのが出てきて、ずっと噛んでいたいぐらい。骨が旨味が濃縮されてて、うまっ。味もうまいし。よし、そしたらさらにもう2品作っていきます。はい、的屋といえばこれ、的屋牡蠣。せっかく的屋湾で釣りをしたので買ってきちゃいました。ちなみに洗浄されているので生でも食べることができます。きれいに洗う時はですね、ボウルに入れまして、塩を振って優しく混ぜます。これを水で洗い流して終了。ほら、身がプリッとしてとっても美味しそうですね。白菜、人参、ネギ、斜めに切る。春菊、昔は苦手だったんですけど、最近特に好きになりましたね。えのきだけ、きのこのこのこ元気のこ。下の部分を取って手で裂いておきます。焼き豆腐、さっ食べやすく切っておく。伊勢門ビールさんはお味噌もお醤油も作ってます。赤味噌と白味噌を混ぜます。2対1ぐらいで、お酒、みりんとお砂糖を大さじ1杯ずつぐらい入れてよーく混ぜます。お鍋の縁に味噌を塗っていきます。こんな感じ白だしをお水で割っただし汁を入れて、これで一度火にかけます。よし、火が通った。わめっちゃ美味しそう牡蠣を入れちゃいます。もう全部入れよう。 300g 全部入れちゃいました。彩り、さらにひと煮立ち。できました。牡蠣の土手味噌煮完成です。
生でも食べられるぐらい新鮮な的やかきをこれでもかというぐらいたっぷり入れました。お味噌の香りが食欲をそそりますね。とっても贅沢かつ豪華な味噌煮です。マダイ、鱗を取ってお腹を開いて内臓を取ります。頭とか目の周り、鱗はしっかり取りますね。そしたら切れ込みを入れます。両面ね。バットに移して塩を振ります。反対側もこれで10分ぐらい置いておきます。しばらく置くと水分が出てくるので拭き取ります。生姜、三つ葉、このくらいかな。食べやすく切っておく。土鍋の中に無洗米を入れて白だし、お水浸しておきます。そしたらここにはいちょうどいいサイズだ。生姜スライスを入れて蓋をして尻尾ははみ出てます。最初は強火で沸騰させる。沸騰したら弱火にして10分炊きます。火を止めて10分蒸らして完成。よし、開けてみます。オープン。なんか盛り上がってる。盛り上がってないちょっとお米が盛り上がっちゃいましたが、できました。鯛めし完成です。シンプルに塩と出汁を使って作りました。マダイのピンクがとってもめでたい感じですね。身もふっくらして美味しそうです。おいで、むちゃん。怖くないよ。何も怖いことしないじゃん。ゆきちゃん。ゆきちゃんはまた今度ね。バイバイ。ごめんね。帰ろうか。はい、完成しました。美味しそうよし、それでは早速、もう待ちきれない牡蠣からいっぱい取っちゃおう。たくさん入れたからね。いただきます。うん、うま。おいしい。お味噌も美味しい。ネギが甘くて味噌味によく合うね。温まる。お味噌が甘辛でどれだけでも食べれちゃいそう。美味しい。本当に牡蠣美味しい。この食べ方もいいですね。美味しすぎるわ。鯛めし、鯛めし。いただきます。美味しそうだ。生姜が効いてる。心配してたんだけど、お米硬くないよ。うまっ。鯛がいいね、やっぱり。炊く前に塩を振ってちゃんと水分を拭き取ったので臭みなし。とってもご飯に合ってて美味しいです。うまっ。牡蠣全部食べちゃいそうさすがにあれかな、塩分肩かなめっちゃ合いますチヌはね、ちょっとワイルドな磯っぽい味がするんですけど、マダイはやっぱり癖がなくって、どっちも美味しいね。ちなみに鯛めしなんですけれども、スーパーで切り身を買ってきて作ってもとっても美味しくできますよ。だしパックとか白だし使うとすごく簡単にできるので、ぜひ作ってみてください。そうだ、忘れてたよ
飾りみたいになっちゃった。ちょっとあまりにも美味しくて。これはアルコール入り。うわー、すごい濁りのある色。それでは2度目の乾杯。変わった味する。すごい酸味。なんかフルーツっぽいぞこれ。パイナップル。なるほど。後味がミントです。飲んだ瞬間パイナップルきて、酸味がきてびっくりして、最後にミントって感じ。変わってる。でも美味しいですね。スーッとする。爽やか。最高だわ。身が全然縮まないんですよね。プリッとしたままなの。はい、ごちそうさまでした。今回はひろきゅうさんの団子と餌を使って冬のチヌ釣りを楽しんできました。最初はなかなか釣れなかったのでちょっとハラハラしてたんですけれども、なんとか数が釣れて久しぶりにチヌの引きを堪能することができました。牡蠣の養殖棚のすぐ目の前だったので、40センチから50センチぐらいの大物も絶対にいたと思うんですよね。それが釣れなかったのがちょっと残念でした。次こそ50センチ以上の年なしが釣れるように頑張りたいと思います。釣りをするにはかなり寒い季節になりましたが、まだまだこの冬に釣ってみたい魚もいるので、チャンネル登録をして楽しみにお待ちください。皆さんの年末年始の過ごし方もコメントで教えていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。